メイです。久しぶりに島クリエイトをやっていきます。前回は風太のテント周りを整備したので、今回は橋の奥を作っていきます。このエリアを作ります。まずは今回の下書きです。大きな湖沿いの道を案内所の付近までつなげます。湖の周りに針葉樹を植えます。針葉樹だけだとメリハリに欠けるので、一番間を空けてお絵かきスペースにします。針葉樹の形に違和感があるかと思いますが、ギリセーフです。針葉樹の奥に大きな湖を作っていきます。大きさは地図でいうと2マス分ぐらいを想定しています。謎の葉っぱが生えてきました。多分これはさすがの皆さんでも難問だと思います。今回は謎の葉っぱ以外は簡単かと思います。謎の草がヒヤシンスだとは想像もつきませんよね。今回作る範囲は地図で見るとこの辺りです。かなりの広範囲ですね。それでは実際に作っていきます。橋の前はごちゃごちゃしがちなので、1マス使えるマイデザインを敷いていきます。獣道でもつなげるものがベストだと思いますが、互換性がないのでしっかりと閉じて使います。突き当たりを作るので T ロ字にしていきます。右側は道を湖に沿って湾曲していく感じで作っていきます。お絵かきスペースの場所を明確にしていくためにマイデザインを敷いておきます。道を拡張します。湖を掘る前に針葉樹を植えていきます。私のよくある失敗なのですが、木を植える前に地形を変えてしまい、木が植えられないことがよくあります。私の傾向と対策ですね。一定の間隔で植えます。川が中途半端な位置で止まっているので、湖につなげるように川を掘っていきます。今までの島作りでは川や湖の水がどこから来ているのという謎仕様な作りだったので、今回はつなげます。つなげた方が自然さが増しますよね。案内所の近くまで川を掘るのですが、ギリギリ接さないようにして掘ります。道をぶった切るような形で川を掘るので、その間に橋を架けます。日付を進めて木を成長させたいので、木をさらに植えていきます。無事タイムトラベルできましたが、副作用により剥げた道を補修します。次にお絵かきスペースを作ります。今回このスペースだけのために新しくマイデザインを描きました。ビビさんという凄腕のマイデザイナーの方がいるのですが、その方の描きかけの絵の湖バージョンが欲しくて描きました。素晴らしいデザイナーの方なので、詳しくは概要欄に載せておきますね。この湖の絵は水彩画を意識して描いています。ふわっとした絵を飾りたいなという時などに使います。次は湖を掘っていきます。はい、ではここで毎回恒例のあつ森動物の森マニアッククイズのお時間です。前回は風太の好みのタイプの問題でしたね。今回は湖を掘っているので魚に関する問題です。動物の森では魚を釣って売るというのが初期段階では有効な金策でした。さて問題です。魚の売値で一番高いものは15,000ベルですが、何種類の魚が最大値で売れるでしょうか。たぬき商店買取価格のみでお考えください。正解は6種類です。ゴールデントラウト、イトウ、ドラド、サメ、レメニギウス、シーラカンスとなっています。
今の時期ならドラドサメ、デメニギス、シーラカンスですね。多分皆さんは玄人なので魚釣り以外で検索するとは思いますが、私は幼き頃動物の森で魚と虫の種類を覚えました。その頃フータの解説はスキップできなかったんですよね。湖ができました。だいたいこの大きさで地図の2マス分ぐらいの大きさです。針葉樹だけだと想像より微妙だったのでちょっと移動させます。お絵かきスペースにぐっと寄せていきます。空いた隙間にシマトネリコを置いていきます。ちょっといい感じになってきました。湖もキラキラしていい感じ。シマトネリコを植えておけばいい感じに見えることを理解したので、他の針葉樹の間にもシマトネリコを置いていきます。右に行くほどあまり整備されていない感じを出したいので、ちょっとだけランダム気味に針葉樹を植え替えます。シマトネリコの前に丸太の柵を立てていきます。柵とシマトネリコがあるだけでちょっと整備されている感じになります。並木道は整備したい派です。大きなものの設置ができたので、次は細かいところの整備をします。お絵かきスペースの前に石を敷きます。シトロン島も6月になったので雑草も夏の雑草になりました。こういうあまり見えないところも雑草を植えていきます。T ラジの突き当たりに看板を設置。左が案内所に行く道です。現実でもあまり人の入らない場所は雑草が生えていたりするので、熱森内でも同じように雑草を植えます。川と道の間を整備します。最初にここに花壇を作っていたのですが、非常に微妙だったので変更しました。整備されているような整備されていないそんな場所です。島の予算が足りなくて花壇が作れなかったみたいな場所です。広葉樹を植えて切り株にしていきます。最近少しずつ切り株を扱えるようになってきた島主です。アクセントのあるマイデザインを敷いていきます。今回のために描いたマイデザインです。これで全て完成です。割と整備された湖沿いの道作りはいかがだったでしょうか。使えそうなアイデアあったなぁと一つでも思ったらグッドボタン、チャンネル登録がまだの方は登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。